グータラズです。今日はね、先日直した40ソアラのスピーカー、純正スピーカーだね。エッジの張り替えをしたスピーカーなんですけど、それをね、また取り付けていこうと思います。取り付けるだけなんでね、パパッと終わらせる予定です。それとあとね、ちょっとしたご紹介というか、カスタムした、なんていうのかな、スピーカーをちょっとカスタムしたので、それをね、音質はどう変わってるのか、ちょっとね、それもね、見ていきましょう。でね、フロントはもう簡単です。パパッとね、クリップ関係、ビス外して、あとはね、ドアパネル外すだけです。コネクタ類ね、注意してください。もうこの辺はね、やる人はもう何回も外すからね、結構もうサクサクっと取れちゃうパーツですよね。で、ほら、ポッカーで穴が開いてるところ、あそこにね、ミッドウーハーがね、来ます。で、ドアミラーのところ、そしてその下にツイーター、2つツイーターがあるんですよ、片側にね。なのでね、先日言った通り、モッコボンド成功しました。ミッドウーハーね。だから低音をちょっと強く出そうっていう風なイメージで、このツイーター2つあるのでね、ちょっとモッコボンド成功しました。あとはね、また戻すだけです。本当にサクサクっとね、終わります。本当に車やる人はね、この辺何回も外すから、すぐ手順もね、覚えちゃってね、そのうちビスがね、緩くなったりするんだよね、あれね、クリップ壊したりさ。パッパ進めていきましょう。この調子でね、左側も全部ね、取り付けたんですけどね。パパッと取り付け終了です。あとはね、ウーハーをつけるんですけど、リアシートの背もたれの後ろにね、あるんですよ。なのでね、オープンにします。そう、オープンにしないと多分できないんじゃないかなと思うんだけどね。屋根をオープンにして作業します。そう、リアシートを外さないとアクセスできないんですよ。で、ちょっとしたご紹介なんですけどね。ちょっとリアシート外すに手間なんですよね。一手間あるんです。まずね、座席を外します。この辺は普通の車と一緒ですね。で、その次に、ヘッドレストを外すんですけど、ヘッドレストね、固定なんですよ。なのでね、化粧パネル、そのもう一個パネルがあって、で、さらに固定してヘッドレストが取れるっていう形になります。ちょっとね、その辺手間ですね。で、あとやっぱりこれオープンにしないと多分これ取れないと思うんだよな。後ろにスペースが本当にないので、ほら。そうするとね、パネルが取れます。で、そうするとね、このディフレクターっていうのを、ディフレクターにアクセスできるので、ディフレクターのボルトをね、取って、そして、さらにヘッドレストのボルトを取るんです。ヘッドレストがね、固定なんですよね。そうするとね、ヘッドレスト取れてきます。ポロッと取れますから。そこに座る人もいねえと思うんだけどね。そうするとほら、でっかいロールバーあるじゃないですか。あれで横転しても大丈夫なように作ってあるんでしょうね。そこにヘッドレストが来るようになってます。あとはね、背もたれを外していきます。ナット4個で外してついてるだけですね。このね、背もたれが面白いんですわ。本当に面白くてね。見てください。これ。ペランペランなんですよ。ペランペラン。すっごい薄いんですよ。ほんと薄っぺらいんです、これ。ほら、ペランペラン。これ5センチぐらいしかないんですよ。誰が座るんだ、あそこに。でね、ウーハーの穴見えてきました。ほら。ぽっかり穴開いてるでしょ。外したんで穴開いてるんですけどね。そこにウーハーを取り付けるんです。なのでね、本当にウーハーはね、隠れちゃいます。すごいとこにつけるなと思って。でもね、本当すごく音はいいように出てきます。やっぱり、後ろに空間が作ってあるんですよね。で、エンクロージャーの役目をしてるんでしょう。すごくちゃんとした綺麗な低音が出てくるんです。この車。で、本当に
ビビリ音がね、ちょうどこのいい具合に背もたれに吸収されて低音だけ出てくるっていう、本当にね、よく考えられてるなと思います。でね、パパッと掃除しておきました。ゴミ気になるんでね、こういうの。でやっぱりオープンにするとね、作業がすごい楽です。そういう分でもね、オープンカーって結構便利かもしれないです。作業がね、本当に楽です。室内の作業が。ほら、あそこにね、鎮座してるわけです。そう、あとはね、戻すだけ。パパッと戻していきましょう。まずはね、ペラッペラの背もたれつけてとペラッペラなんだよな、これ。しかも垂直っていうね。2人乗りでもよかったのにな。そしてヘッドレストをつけます。この辺はまだボルトだね。ボルトでヘッドレストをつけて、その次にね、化粧パネルの1個前ですね。化粧パネルの前のパネルをつけます。この辺、このロールバーっていうのをよくこう隠すようにできてますね。すごくよく考えられてんな。やっぱトヨタさんすげえな。そしてね、ディフレクターをつけます。これがないとね、オープンにした時風がこう巻き込んでくるんですよ。これ本当に便利です。でね、最後化粧パネルをつけて終了です。こういう感じ。作業自体はね、一回覚えちゃえばなんてことはないんですけどね、ちょっとね、手間がね、一手間、普通の車より多いかな。あとは座席を戻して、この辺はね、普通の車と一緒ですね。セダンと一緒です。グッと押せばパキンって入ってきます。これで完成。でね、モッコボンドの威力はどうなのか。さあ、果たしてどのぐらい低音が出るのか。そこがまずね、めっちゃ狭いよね。後ろね。すごい狭いんですよ。こんなに狭くなるんだよ。本当に。20センチないぐらい狭くなりますからね。こんなの2人乗りでよかったのにな。本当に。これ無理やり4人乗るとね、また前が狭くなったりね、するんですよ。そんなことより肝心な音聞いてみましょう。で著作権の関係で音は出せません。今度出せる音を作んなきゃダメだな。でもね、低音は良くなったような気がします。ビビリ音はね、なくなりました。スピーカーが割れてないですからね。スピーカーだってエッジが割れてないですから。ビビリ音はね、本当になくなったんですけどね。ボロボロだったんで、最初がね。何聞いたっていいんですわ。この後ね、タイムアライメントやイコライザーやら、調整にすごい時間がかかりました。調整全くやってなかったんでね。ビリビリで音が悪かったんで。これを機にね、きっちり調整しておきました。このナビすごく優秀で、いろんな調整ができるんですよね。すごく狭くないですか、これ。後ろ。ほんと狭いんだよな。ってことでね、本日の作業ここまでになります。スピーカーのエッジ修理をして車両に取り付けて、でちょっとカスタムをしてね、モッコボンドカスタムをして聞いてみたんですが、元がもうボロボロだったんで、何聞いてもビリビリだったんですわ。それをね、比べてみようって言ったところで何聞いても良くなります。実際ね、モッコボンドカスタム、本当に純正のスピーカー、紙のスピーカーあるじゃないですか。あれに塗るとね、結構いいらしいです。あれで十分らしいです。車っていうのはね。紙のスピーカー使ってる人、純正のスピーカー使ってる人、ちょっとしたね、一手間で良くなりますから、やってみてもいいんじゃないでしょうか。ということでね、今日は車両にスピーカーをつけた動画になりました。今度ね、しっかりこのソアラのその愛車紹介だとか、そういうのをね、ちょっとやってみたいと思います。東北なんでね、
愛車紹介をやってる人がなかなかいなくて、なので仲間内でもねいろんな車、その仲間内の仲間内でもいろんな車乗ってる人がいるんでね、そういったその愛車紹介っていうのもね今後ちょっとやっていこうかなっても考えております。ということでね、本日の動画ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。こっちに